あ、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 うん。ちょっとやっぱダメだな。こんにちは、なぎこです。ちょっと今日は珍しいスタイルでお届けしてみています。最近ちょっと土日は旅に出かけがちだったので、今日は最近買ったものをちょっとご紹介してみようかな、などと思っております。ちょっと今この持っていてあんまり使ってなかったロードのラベリアマイク、これ白くて可愛いんですけど、これを使おうかなと思って、これをソニーの、ECMW2BT かな。ソニーのワイヤレスマイクロフォンの音を飛ばす方、もちろんマイクとしても使えるんですけど、それにこれを挿して音取ろうかなと思ってテストしてたら、すごいノイズが入ってしまうので、ちょっとこれを使うのは断念しました。はい。で、最近買ったもの、どうしようかな。1個目は、じゃーん、1月に買ったので、もう2ヶ月ぐらいかな。間もなく2ヶ月ぐらい経ちますが、富士フイルムのカメラ XE4。ちょっとこれに関しては、詳しくは、改めて動画作りたいなとは思っているので、乞うご期待かな。とりあえずレンズはこの1本で乗り切っています。この間まで富士フイルムさんから2本レンズを借りていて、XF23mm F1.4 と XF27mm F2.8、どっちもすごい全然違うレンズですけど、すごく両方ともいいレンズだったので買いたいなと思ってるんですけど、買おうと思ってもレンズが買えない。本当に去年かな ?2021 年に発売されたレンズとかは本当に品薄で全然買えないんですよね。どうしようかなと思って。で、XEO は本当に、お散歩カメラというか、日常使いの写真、スナップ用に非常に気に入ってます。めっちゃ使ってます。はい。で、次。じゃあカメラ関係からいこうかな。じゃーん。プロフォトの A10 です。ストロボ。ついにストロボを購入してしまいました。これはカメラの上に乗せるタイプの、こう、ホットシューにつけるタイプのストロボなんですけど、本当はモノブロックっていう、こういうなんて言うんだろう。ライトスタンドとかにくっつけるタイプのストロボを買おうかなと思って、それは、プロフォトだと A10X なのかなを買おうかすごい迷ってたんですけど、やっぱり最初はこのカメラの上に乗せるタイプの方が手軽っていうのと、あと、これももちろんカメラの上に乗せても使えるんですけど、これ私はワイヤレスのプロフォトコネクトっていう、こういうカメラの上にこれもくっつけるやつ、信号飛ばすやつですよね。このセットのやつを購入して、これがあると、この A10 のストロボもスタンドとかにこうやってつけて、カメラにこれをつけて、モノブロックストロボみたいな感じでも使うことができるっていうのが良いかなと思ってこっちにしてみました。必ずしもこのストロボをカメラの上に乗っけなくても使える。かつ、いずれわかんないですけど、ライティングのシステムを拡張していきたくなった時に、例えばこれにプラスして B10X とか買ったりとか、もう一台 A10 導入したりとかした時に、同じ、メーカーと同じこの、プロフォトエアー X だったっけな。プロフォトのこの、無線で飛ばすシステムを共通のものを使っておけば、いろいろ今後拡張がしていけるなぁと思って。
買いました。まあそもそもなぜ買ったかというと、私は写真撮る時に自然光にすごくこだわりがあったので、必ず家の中だと午前中に撮るみたいなルールを自分の中に課していたんですが、そうなると本当に午前中が忙しくなりすぎて時間がないとかっていう風になりがちだったっていうのもあって、夜もこうやってライティングちょっと組んで撮れた方が、いろんな写真も撮れるし、撮れる時間帯も広がるし、おそらく、撮る写真の表現方法とかも広がるんじゃないかなと思ってちょっと買いました。ちょっと勉強をいろいろして研究したいと思ってます。すごい楽しい。またストロボ買うことでカメラの違う楽しみ方が広がった感じがします。はい。そしてプロフォトはアプリがむちゃくちゃよくできていて、それも良いですね。はい。拡張性も高い。以上。もう一丁照明。ゴドックスの ML60BI。もうずっとこの動画用の定常光ライトを買うぞと思いながら買っていなくて、いろいろ迷って、本当にいろいろ迷っていろいろ考えた結果、このゴドックスの ML60BI にしました。理由はいろいろあるんですけど、もちろん出力の大きいものを買ってしまえば良かった部分もあると思うんですけど、まずそもそもここ今撮ってる自宅自体がそこまで広くない。なので光量の大きい、定常光ライトを使うために結局必要なアンブレラだったりとかライトボックスだったりとかっていうものを置く場所がないと考えると、とりあえずはサイズ感が小さくて気軽に使えるものかつ、光の品質のそこそこいいものっていうのを買うべきだなと思ってこれに決めました。いやー、しかし本当にゴドックスコスパが良すぎて結構びっくりしますね。これはちなみになんかゴドックスのこういう60センチのライトボックスもついてて、ちょっと今後活用できればなと思ってます。この間実験してたんですけど、1個このライトが入るだけですごいYouTuber っぽい絵が撮れるのが面白いなと思って、この間いろいろ試してました。今週 Google Pixel と写真メディアのヒーコさん協賛のオンライントークイベントに出るんですけど、出番が夜なので、その時にちょっととりあえずまずは使ってみようかなと思ってます。あとこれに決めたのはなんか結構こういうちゃんとしたケースがついてるっていうね。これに全部入って、この上にアンブレラも固定できるようになってたりして、すごいよくできてますね。次、これはちょっと変化球ですけど、これアースのミディアムカメラキューブ。カメラ機材を入れる、俗に言う機材キャリーケースみたいなものです。結構中がちゃんとしっかり柔らかい素材というか、ディバイダーとかも入ってて、しっかりしたカメラケース。はい。カメラ機材入れに関しては、これまでは結構このオブジェクツ IO のウィークエンドカメラバッグに何でも突っ込んで持って行ってたんですが、最近そこそこちょっと仕事でカメラ使うことも増えてきた中で、機材もいろいろ増えてきて、ちょっとこれじゃあ仕事の場合はちょっと入りきらないみたいなことが増えてきたんですよね。ストロボ入れたいとかもあるし、レンズも何本も持ってきたいとか、カメラも1台じゃ不安だとかっていうのもあるので、そんな時にこれだと大きめのズームレンズも入るし、さっきご紹介したプロフォトのストロボも入るし、カメラも何台か入るし、かつ、旅行行く時とかも無理にキャリーケースとかに洋服の間とかにこれまではこう機材を忍ばせて持ってってたんですけど、そういうこともせず、これにもうなんかある程度機材入れちゃえば、これもう機材入れみたいな感じで済むかなと思って買ってみました。思ったより正直でかくてちょっとビビったんですが、
まあこれの中に機材入れてなんか普通のトートバッグとかに入れられるのは良さそうだなと思ってます。なんかこう武骨な感じの専用のカメラケースとかカメラ機材バッグとかじゃなくて、普段使ってるようなトートバッグとかにこれをもうそのままスポッて入れちゃえば、なんかすごいカメラ機材持ってますみたいな感じにも見えないし良いかなと。これちなみにミディアムサイズです。多分この半分ぐらいのサイズのやつもあるので、それも良さそうだなと思って、ちょっとそっちも買い足そうかななんて思ってます。はい。そして、まあ、いろんなとこでご紹介してますけど、このソニーのリンクバッツ、ちょっと発売前から先行レビューみたいな感じでソニーマーケティングさんから借りていたものもあったんですけど、これは自分で買いました。最近やっぱめっちゃ使ってますね。快適で。私は多分耳の形にすごい合っているというか、なので非常に良くて、もうずっとしっぱなしにしてますね、一日中。ただやっぱりバッテリーの持ちがちょっと悪いので、そこだけかなとは、もうなんかいろんなとこに言いましたけど、ケースがワイヤレス充電に対応してないので、それが結構個人的にやっぱ面倒です。充電が。はい。でも気に入ってます。次のモデルではぜひケースをワイヤレス充電に対応させてほしい。で、最後。じゃーん。赤いコーヒースケール、パールです。これずっと欲しかったやつなんですけど、ついに買ってしまいました。赤いコーヒースケールは何個かあって、このパールシリーズはパールっていうやつとパール、この S っていうやつがあって、パール S の方はブリューガイドっていうスマホアプリとつながって、こうコーヒーの抽出のガイドをしてくれるっていう機能があって、それが面白そうだなと思ってこのパール S の方にしてみたんですが、一個だけ私はチェックが漏れていたポイントがあって、ここの端子が残念ながらマイクロ USB でした。いやー、完全にチェック漏れです。ちなみに、パール S ではなくて、パールの方は2021年モデルから端子が USB-C になってるみたいです。まあでも、使ってみようと思ってます、このまま。あと、パールとパール S の違いとしては、このデジタルの表示がパール S の方がドットっぽいフォントになってて、可愛いっていう。それも良くて私はパール S の方を選びました。白じゃなくて黒もあります。はい、そんな感じかな。ちょっと駆け足になっちゃいましたが、最近買ったものでした。カメラ機材は特にいろんなアウトプットに今後反映されていくのではないかなと思うので、いろいろ見ていただければ嬉しいです。